皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今日は朝マックしたかったある日曜の様子をシェアします。新しく買った削らない眉ペンシル。主張が強すぎなくていい感じ。洗濯したてのベッドの中で固まっている犬、静止画ではありません。最近はネットフリックスのヨガにハマっています。朝マックの前に罪悪感を消す軽い運動。それを横目に爆睡中の犬。急いでマックに向かうとなんと臨時休業。さすがフランス。朝昼ご飯を求めて日曜の街をさまよいます。日曜に開いている店は少ないのですが、街の中心にあるパン屋が開いていました。フランスではだいたい紙にくるくる巻かれて渡されるパン。しょっぱい系と甘い系両方買いました。ネギとヤギチーズのキッシュ。それに手のひらより大きい巨大パンオレザン。この時風邪をひいていたので早く治すためスムージーでビタミン摂取。冷蔵庫と冷凍庫にあるフルーツを全部出してきました。レモンも果肉ごと入れるためカルチ切り。日本に比べるとフランスは野菜や果物が安くて種類も多いので、そこは嬉しい点です。ただ傷んだものもそのまま売られていたりするので、買うときはよく見てから買うのをおすすめします。冷凍庫に眠っていたマンゴーを贅沢に全部入れ。ベリー類も少し投入。あとは水を少し加えます。それから喉にいいと言われる蜂蜜を多めに投入。甘さ調整のお砂糖少し。一番最初の Vlog では回らないミキサーを披露しましたが、無事にスムージーに最適なミキサーを彼にプレゼントしてもらったので、今では気持ちいいくらい勢いよく回るミキサー。そういえばもうすぐ登録者100人。登録してくれている方、本当にありがとうございます。登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。さてパンも準備。余談ですが、フランスのパン屋さんの品揃えはだいたいどこも同じです。バゲット、クロワッサン、パンオショコラ、パンオレザンなどの定番商品が並びます。さすが保守派の国民性。ちなみにファストフードやお菓子でも日本みたいに季節限定、地方限定みたいなのはあんまり見ません。ようやく朝昼ごはんおしゃれに入ればブランチ完成。いただきます。朝マックを食べられなかったのは少しがっかりですが、このパンたちも美味しかったので満足。食後にちょっとだけ横になるつもりがうとうとして1時間ほどうたた寝してしまいました。昼寝後に意味ないかもしれないけど眠気覚ましのアイスコーヒー。
暑すぎてパンツから裸の対象スタイルに逆戻り。相変わらず家事で追われる週末。あれ、なんかさっき見た光景。ショート動画の編集中です。いつでも癒しの存在な犬。でも悲しいことに犬は家事の手伝いはしてくれない。そして恒例の弁当作り。暑い季節の料理ってやる気失せますよね。かといって毎日サラダっていうのも物足りない。だからしょうがなく暑いのを我慢して料理。そういえば最近フランスでの暴動が世界中で報道されているようですが、私が住むランスでも暴動がありました。私個人的には被害は全くないですが、フランス人のデモの習慣が最近はプラスで暴動を伴うものになっていて、国民がだんだん野生化しているような印象を受けます。政府や国への不満とかこつけて、ただ自分たちの不満を爆発させて鬱憤を晴らしているような印象。ただ定期的なデモの習慣だけでも働かない理由探ししてるだけじゃないかなという印象がありましたが、最近はさらに暴動を伴うひどい状況です。来年は夏季オリンピックがフランスで行われる予定ですが、また何か起きるんじゃないかとハラハラします。超シンプルで素朴なおかずたち完成。ピカールで買った小イワシの天ぷら。天ぷらという日本名のまま売られています。日本でこのお弁当を作ってたら相当味気ないお弁当だと思いますが、フランス人に混じればあら不思議。これでも立派なジャパニーズ弁当です。余談ですが、この間鶏の丸焼き1匹買ってきてお昼に食べてる同僚がいました。しかも使い捨ての木製の薄っぺらいフォークで食べるという強者ぶり。これにはさすがの他のフランス人の同僚たちも少し驚いていました。でも人目をあまり気にしない、他人をあまり干渉しない国民性。私にとってはそれはフランス人のいいところの一つかな。完成。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお気軽によろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。